どうも、三熊のネットの哲です。今回は熊野出身の前奏、山本源法老氏についてお話しします。源法老氏は慶応2年、明治になる2年前に湯の峰で生まれました。生誕地である湯の峰には、その遺徳を偲ぶ源法塔と刻まれた石塔が立っています。しかれども、陳は自運の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平を開かんと発す。昭和20年8月15日正午に日本の降伏を伝えた玉音放送の一節ですが、これの耐え難きを耐え、忍び難きを忍びの文言は、源法老氏が鈴木貫太郎首相に宛てて送った書簡から取って用いられたもののようです。耐え難きを耐え、忍び難きを忍びという言葉は、禅宗の始祖の達磨大師の言葉で、源法老氏はこの言葉を使って終戦に向けて力を尽くしていた鈴木首相を励ましました。日本が降伏する5ヶ月ほど前の3月25日に源法老氏は4月7日に首相となる鈴木貫太郎と会談し、日本を守るためには一刻も早く無条件降伏することだと進言したと言われています。もし仮に日本が4月中に降伏していたとしたら、横浜大空襲もなく、静岡大空襲もなく、沖縄戦での被害も小さくて済み、そして広島や長崎に原爆が投下されることもありませんでした。また、戦後の象徴天皇制も、天皇をどうするかで悩んでいた新憲法の制定委員会が源法老氏の示唆を受け入れて作り出されたものでした。日本人は天皇陛下万歳と言って死んでいく。天皇を除かなければ世界から認められない。しかし、天皇を除けば日本国民がアメリカに反抗する。そうなればそれを口実にソ連が進駐してくる。そうした状況の中で天皇をどうしたらよいのか。源法老氏が示唆したのは、天皇は一切政治に関係しない。主権は日本国民にあり、天皇を国民全体の象徴とし、政治を担当する者は国民を象徴する天皇の気持ちを受けて政治を行うという形にしてはどうかということでした。これは敗戦直後のその時点での天皇をどうするかの解決方法としては良い答えであったと思いますが、象徴天皇制は皇室や日本国民に向けて源法老氏が与えた公案、課題であるようにも思います。平成の天皇陛下は即位した時からずっと日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の在り方を模索し続けてこられたことと思います。平成の天皇陛下は社会的に強い立場にいる人々にだけでなく、国民全体、弱い立場にいる人々、苦しんでいる人々にも心を寄せることで、象徴としての天皇の務めを果たそうとされておられたのだと思います。源法老氏は昭和36年6月3日に96歳で亡くなりました。湯の峰近くの渡瀬という地区にお墓があります。また、命日の6月3日には毎年湯の峰の源法塔の前で法要が営まれています。最後までご視聴いただきありがとうございました。